どうも、スバルが大好きなゆっくりレ夢ムちゃんです。こんにちは。STI のロゴが好きすぎるゆっくりマリサだぜ。言うはショック。どうしたまんじゅうレ夢ムいきなり。愛で空が落ちてくるネタ知ってる人は少ないぞ。いやねツイッター見てたらまたスバル界隈が炎上してたから、つい驚いちゃって。まあ車界隈に問わず、どの界隈でも炎上することは多々あるからな。それでレ夢ム。今回は一体どんなことで炎上してるんだ。どうせくだらない内容だろ？くだらないなんて失礼な。これは戦争よ戦争。VAB と VAG どっちが良いか論争が起きてるのよ。くだらな。やめて。そんなこと言ったら VAB と VAG 過激派から叩かれちゃうから。人は己の中に闘争本能を蘇らせるのよ。なんだか、ちょっと前に燃え上がった GDB と GDA 論争に似てるな。そういえばそんなのもあったわね。そもそもまんじゅうレ夢ムは、VAG と VAB の違いをちゃんとわかってるのか？そんなの当然じゃない。そりゃあ。よくわからない。こいつ、ただ炎上で気分が高揚してるだけのクズまんじゅうだな。そこで今回この動画では、炎上覚悟 WRA、XVAB と VAG 論争どっちがいい Twitter 調べゆっくり解説、を紹介するぜ。まあ実際は、炎上ってほどではないが、定期的に SNS で議論になる話になるな。もし、少しでも共感してくれる、スバルが好きって人はぜひ、チャンネル登録で繋がれると嬉しいわ。それでは、ゆっくりしていってね。先ほども話したが、VAB と VAG 論争は Twitter を中心に議論になった話題だ。うぷ主は Twitter 以外は基本的にやってないので、もし、他でも論争あったら教えてね。この論争の前身に、GDA と GDB 論争ってのがあったが、これはまた別の機会で話をするぜ。でもって、そもそも VAB と VAG 論争の前に、これらの違いについて軽く話す。外観は全く一緒よね。ってことは中身が違うってことだと思うけど、どう違うのかしら。まず金額から確認していこう。ざっくりだけど、これだけ見ると新車価格はどちらもあまり変わらないのね。そうだな。注意事項としては VAG に関しては最高グレードの金額になるので、ベースグレードになると若干金額は下がるがそれでも決して安くはないけどな。ところが、これが中古市場になるとガラッとその関係性が崩れるんだぜ。新車価格が大して変わらないのに中古市場になるとそんなに変わるの？まあとりあえず、これを見てくれ。実際の数値を見てもらった方が早いからな。何よこれ。200万円近くも違うじゃない。しかも台数自体も VAB の方が圧倒的に少ない。これだけ見ると、プレミアなのは VAG より VAB の方があるように見えちゃうわね。そうだな。新車価格の時は大して違わないのに、中古市場になるとガラッと変わる。これにはちゃんと理由があるんだが、まんじゅうレ夢ムはどうしてだと思う？そうねなんか貴重なパーツを作った特別製だから？なんだろう。三角ってところかな。よい線は言ってたぜ。もったいぶらないで早く教えてよ。それは、製造終了になった最後の EJ20 を積んだモデルだからだ。ああ、そういえば製造終了になってたわね。ってことは、今後 EJ20 モデルは減りこそすれど、増えることはないってことよね。そりゃ、プレミア価格がつくわ。人気だしね EJ20。他にも、中古市場ではそもそも状態の良い弾数がないというのと、限定車種が中古市場に出回らなさすぎて、それが通常の VAB の値段も釣り上げてる。ってのも考えられるな。VAB 型の限定車種、というか WRX シリーズは限定が多すぎて理解できないわね。機会があれば今度まとめてみるぜ。まず、一番最後に販売されたファイナルエディションは3台しか出回ってないな。RAR は6台。S208 なんか2台だぜ。シャレにならないレベルで出回ってない。しかもどれも金額が鬼高いわね。そりゃあ手が出せないから、VAB の値段も、上がっちゃうのが納得するわ。とまあ、単純に値段での比較だと VAG より VAB の方が比較的手が出しにくいな。続いてエンジンの違いについて見ていくぜ。これはさっきも言ったが、VAB の場合は EJ20 を採用している。VAG の場合は FA20 を採用してるんだ。エンジン名聞いてもピンとこないんだけど、どんな感じに違うのかしら？これは説明し始めると、1パート丸々使ってしまうので、簡単な説明に留めておくが、EJ20 型は旧型のエンジンで高回転型で308馬力のパワーを発揮する。一方 FA20 は新型のエンジンで、低回転トルクの300馬力のパワーを出す。EJ20 型エンジンは高回転型、FA20 型エンジンは低速からトルクが出るエンジンの味付けだな。燃費は VAB よりも VAG の方が断然コスパが良いな。VAG に至ってはエコカー減税対象車なんだ。これを見ると EJ20 の方がサーキット走行に向いてるって感じなのかしら。でもそれ以外の性能としては、低回転のトルクがあり、燃費もよく街乗りや公道を走るのは、断然、VAG の方が得意そうね。そうだな。EJ20 の恩恵を得られる条件はかなり限定的になるからな。
それに VAG ならアイサイトも標準装備だから安全面においても VAB を上回ってるぜ。さて、次の比較はトランスミッションだ。もう周知の通りだが、VAB はマニュアル。VAG はオートマになる。特に VAG は8速マニュアルモード付きスポーツリニアトロニック CVT だな。パドルシフトでシフトダウンするとブリッピングまでしてくれるぞ。ここら辺は、完全に趣味思考が分かれるわね。判断としてマニュアルが好きなら VAB。オートマで楽しみたいなら VAG って感じよね。ウプ主は VAG にマニュアルモデルがあったら買ってた。と言っていたわねそういえば。VAG にはないのよねマニュアルモデル？残念ながら日本車としての VAG にはない。海外の VAG ならマニュアルモデルがあるんだがな。多分だけど、VAG にマニュアルモデルがあると喜ぶ人は絶対多いと思うのよね。多分この視聴者の中にも、そう思ってる人が多いと思うぜ。さて次の比較は、DCCD の有無だな。VAB には搭載をされてるが、VAG には DCCD の搭載がされてないんだ。確か、昔出した動画で解説をしていたわね。でもこれって一般人いる？その通り。DCCD をいじって前後のトルク配分をいじりたいって人しか意味のない機能だしな。ちなみに VAG の場合は VTDAWD で、前45後55の前後トルク配分になるぞ。そもそも VAB 乗りの人でも、普段これをいじる人も少なそうね。さて、どんどん行くぞ。次は安全装置だ。これは先ほど挙げたアイサイトが VAG には標準搭載。一方 VAB にはそんな素晴らしい技術はなく、ブレンボ製ブレーキでなんとかしないといけん。完全にサーキットを想定したスパルタンな車だからしょうがないわね。あとは VAB はサイドブレーキが存在し、VAG はボタン式ってところかな。最後に紹介するのは燃費だ。さっきもちらっと紹介したが、燃費がいいのは圧倒的に VAG だな。VAB がリッター 9.4km なのに対して、VAG はリッター 13.2km とかなり良いパフォーマンスを出してる。まさにエコカーだ。この数値をエコカーって言っちゃうあたり、スバルに染まってるわねほんと。大体 VAB と VAG の比較はこんなところだ。厳密にはもっとあるんだが、代表的なところに焦点を合わせて紹介したぜ。足りない情報はぜひコメントで教えてくれだぜ。それじゃあ、具体的にどんな論争が起きてるか今の前提を見て考えてほしい。VAK が欲しい人は、安いからって VAG を妥協して買わん方がええよ。見た目以外ほぼ別の車なんよねこれ。この投稿が話題の発端だぜ。確かに人によってはちょっと不快に思っちゃう可能性もあるわね。発信者は特に悪気があったわけじゃなく、なんなら当人も VAG を愛してるんだ。単純に、革は同じだけどそれぞれで、違った魅力があるよというのを伝えたかった。だけなんだと思うぞ。ただ、中には金額が VAB と VAG で違うことに、コンプレ、クスやマウントを取りたがる。VA 乗りが一定数いるのは確かだな。値段でマウント。同じ VAK の WRX なんだから同じ仲間じゃない。値段だけでマウント取られるなら、ポルシェとかフェラーリに頭も上がらないじゃない、団地よ。まあ、同じ VA 系列だからってのもあるだろうがな。さっき話したみたいに、VAB と VAG では特徴が結構違うから、状況に応じて買う方を選べば、良いと個人的には思う。でもたまにだけど、VAB と VAG だとサーキットでは VAB の方が良いって聞くわ。そこら辺はウプ主も詳しくないが、ガチのプロが乗ったら多分だが VAB の方が、早いんじゃないかな。だけど、アマチュアや素人レベルだと正直、ドライバー次第で、いくらでも変わると思うし、あとはチューン次第でも変わるんじゃないかと思う。確かにプロの場合は EJ20 を使うくらいだから理論的にはそっちの方がいいのだろうけど、それはあくまでもプロの世界で、それ以外の人からしたら乗り手の腕次第でいくらでも、まくれるってことね。それに、本当に優劣をつけたいのであれば、まずは両方保有して長年乗り続けてから、じゃないと言えないよな。これに対するネットユーザーの声を最後に紹介したいと思う。でもどっちも PCD114.3 ですよね。VAG 論争また ?GDB、GDA 論争とか GRB、GVB、GRF、GVF 論争とか PCD 論争とか別に自分の好きな車乗ったらええやん。マニュアルの VAB 最高やと思うけど VAG のアイサイトも捨てがたい。で防具も荷物いっぱい乗るしいいと思うけどな。VAB、VAG とか G で、EBG で EA 論争したところで最終的に、スバル車だからな、の一言で終わる気がする。VAB、VAG 論争他人を尊重できない方々周りの意見聞けるなら、こんな論争しないはず。勝手にやらせておけば？まあ、まともな人がほとんどよね。個人的には、スバル乗りが増えてくれるだけで歓迎者だから、変にライバル視する必要は、ないと思うんだぜ。Twitter でもほとんど、どっちもいい車って意見がほとんどだ。なんといっても、車に興味がない人から見たら、WRX は全部同じに見えるくらいだしな。さて、皆さんはこの騒動についてどう思いますか？ぜひ、コメントで教えてほしいぜ。
レイムちゃんは同じスバル車同士で変にマウント取るのは、スバル好きの皮をかぶった。ただのアンチだと思うのよ。自分でスバルの株を下げてるだけ。みんな違ってみない。この動画を見てる人にそんな論争を起こす人はいないと思うけど、もし見かけたら、ぜひ、自分の行為はスバルの株を下げてるってことを教えてあげてほしいぜ。とまあ今回の動画、炎上覚悟 WRA、XVAB と VAG 論争どっちがいい Twitter 調べゆっくり解説は以上になるぜ。もし、他にもこんな論争等があるんだってがあればコメントで他の方へ教えてほしいぜ。普段は、こんな感じでスバルの車の話や雑談等々をしています。もし、スバル好きであれば、チャンネル登録って形で繋がることができると嬉しいぜ。また、動画にしてほしいリクエスト等があれば、それもコメントまでちょうだいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ここまで長時間お付き合いいただき、本当にありがとうございます。それでは最後までご視聴、ありがとうございました。